2018年明けましておめでとうございます。おかげさまで昨年暮れには登録者の数が5万人を超えることができました。本当にありがとうございました。今年も昨年以上に楽しくてわかりやすい透明水彩の基本をアップしていきたいと思っています。ぜひ楽しみにお待ちくださいね。今日は新年の第一弾ということで、昨年暮れになすびの絵をあげましたけども、おめでたい言葉として一富士、二鷹、三なすびとあるように、今日は富士山の絵を描いてみたいと思います。では楽しんでみてくださいね。さて、ではやってみましょう。まず富士山を描くんですけど、波の向こうに見える富士山を描きたいと思いますので、まず水平線を引いて、そして大きな富士山のシルエットを描きます。では塗ります。お正月なのでおめでたいイエローをたっぷり純色で塗っています。そしてそこに他の色を少しずつ足して、水の力で画面の上で混色します。ここは肝心ですね。パレットをあまり頼らない。画面の上で純色を混ぜてみるんですよ。今度は黄色の補色も塗りました。ほら、こんなに落ち着いてくるでしょ。最初純色塗るとビクビクしますけども、ちゃんと混ざると落ち着いた色になるんですね。こうやって新春の何か楽しそうな雰囲気のおめでたい空の模様を作ります。このくらいの雲もいいですね。柔らかな、何か穏やかな空の雰囲気が伝わってきます。さて、空がだんだんできてきましたので、ここで空が乾かないうちに遠くの方に霞んで見える山々を描きます。でもここも濡れてる下地の水の力を借りましょうね。そして今度はここが海です。まずは空の色を映す。これが鉄則ですね。水は周りの色が映るんだ。今縦のタッチで塗ってます。この筆をどっちの方向に塗るか、ここもやっぱり表現としては大事なんですね。縦のタッチの上に今度は横のタッチを重ねています。こういう筆は一方方向、いつも決まった方向から塗らないんですね。縦横斜めそれぞれに工夫してどっちの方向を塗ったらいいか考えてみます。これが絵をとても豊かな表現にする元なんですね。円形の方はぼんやりと描いてから、この今岸に寄せてくるこの辺りの線をまずしっかり塗って海の形をちょっと作ります。ここは手前に今陸に寄せてくる明るい波の部分です。そしてそれを乾かします。さて、これはね、マスキングテープと言います。これですね。このマスキングテープは今私が使っているこのくらい指ぐらいの広さのもの、あるいはもっと幅広いもの、いろいろありますので、皆さんも探してみてください。これをちぎって貼ります。実はこれが波なんだという今日のポイントです。波は流し角の形になって陸に平行に寄せてきますので、このパターンを使って陸地の線と同じ方向に貼っていきます。さあ、もう一枚貼りますよ。これでだんだん右の方に遠くに向かっていく波になります。奥に遠くに行く波はこのマスキングテープを半分に裂いて細くして塗ります。もう一本貼りましょうか。時には
咲き方が失敗してね、こんな先端が尖ってしまうような、こんな風に裂けちゃう時もあるんですね。でもこれも使いましょう。なんだって絵は芸術なんですから、たまたまできた形も大事にしましょう。さてできました。では、これがしっかり貼れたところで、この上から色を塗っていきます。当然この仕事というのは、今貼ったマスキングテープは明るい形に作りたいわけですので、その上からちょっと暗い色を塗っていくわけですね。でも同時に海の奥行き感は大事にしなきゃいけないので、遠くの方は比較的明るめの色ですね。どうでしょう。貼ってあるマスキングの形が見えてきましたね。ということは、今うまくできてるんだろうということです。こうですね。さあ、楽しみだな。では、ここで一回乾かしましょうか。さて、乾きましたよ。では、マスキングを剥がしてみます。ちょっとドキドキしますね。どうなってるのかな。貼った形が見えてきましたね。どうですか、これ。波に見えます？でもここで自分がこれは波に見えるんだとまず思うことが大事ですね。これ見えないと思ったらもう書く気がないので、波だなと思いましょう。そして波の背中に当たる部分、ここをちょっと暗く描きながら、さっきのただの流し角だったマスキングのパターンを少し壊してあげます。遠くの波も同様ですね。それからただの今明るいパターンだったこのマスキングの形を少し波が砕ける感じで暗い明暗をちょっとつけていきます。でもあんまりやりすぎるとせっかく作ったマスキングのその形が失われますので、ここら辺はまあ様子を見ながらでしょうね。さて、では今度はここで砂浜を描きます。ドンと暗くです。一気描きですね。ここの砂浜を思い切って描いて、おめでたい空の色で光った海の形から陸地に打ち上げてくる波の形を作ります。こうですね。見えてきましたね。だんだん雰囲気が見えてきました。とにかく絵は明暗が大事なんですね。砂浜をうんと暗く描いて、光った海とその打ち寄せる打ち上げた波を作ります。いろいろと色を加えて変化をつけながらだんだん見えてきました。何かこう新春の海のそういう音が聞こえてくる、そういう雰囲気だといいですね。先ほどの大事なこのマスキングで作ったパターンの波をちょっとだけ整理して、さてここら辺でもういいかな。では、いよいよ富士山です。富士山の裾のところをきれいなお水でちょっと濡らしておきます。これは富士山の裾の明るいグラデーションで処理するための一仕事ですよ。さて、きれいなお水で塗りました。では、富士山の上の方から、えいっと描いてしまいましょうか。よいしょ。よいしょ。これですね。そして裾の方をスッと引いて、ほら、ここグラデーションになったでしょ。水が引いてあったからですね。富士山はこの程度かな。あまり書き込むとちょっとありがたくないですもんね。その暗い込んだ砂浜に何をしてると思いますか？ほら、きれいな水でちょっと洗ったでしょ。白い形を作りました。ここにね、カモメを3羽描いてみたかったんですね。見えますかね。
さあ、これで出来上がりです。はい、描き上がりました。富士山の絵ですね。実は今日の絵のポイントは海にあります。海の波です。動いていてなかなかつかみがたい波の形をマスキングテープの形を生かしてそれを貼って表現しようというわけでした。いかがでしたか？あなたもぜひ試してみてくださいね。それではまた。